ロイエが自分の胸に崩れ落ちた瞬間、もう引き返せないと分かっていた。そのままチューさんはロイエを抱えて父の元へ運ぶが、父は手を出さないまま弾を抜く役目は自然とチューさんの手に渡る。普通なら手が止まる場面で触れる直前までわずかに震えていた手が、いざとなると迷いなく一度でロイエの傷口から弾を引き抜く。皆さんこんにちは。BLホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。それからロイエはなかなか目を覚まさない。チューさんはそのそばを離れず、毎日当たり前のように世話を続けていた。ヤクザの頂点に立つこの男がなぜこんな姿になってしまったのか、答えが出ないまま見つめ続け、気づけばそばで眠り落ちる日々だった。そしてようやくロイエが目を覚ます。手に取った本にはチューさんの名前が書かれていて、窓の外に視線を向けるとその本人がすぐ目の前にいる。起きたことに気づいたチューさんはすぐに駆け寄るが、ロイエは機嫌を悪くしたまま牛ホルモンが食べたいと言い出す。その一言にチューさんは静かに買い出しに出て行った。街にはロイエを探すチンピラがうろついている。チューさんは牛ホルモンを抱えたまま歩みを早める。戻るなりタバコを求められるが、チューさんは短く首を振る。傷はまだ塞がっていない。その一言だけではっきりと拒んだ。その夜は雨と雷が激しかった。兄貴と姉を守れなかった夢の中で名前を何度も呼ぶ声にチューさんは目を覚ます。ソファーからベッドへ駆け寄ると、ロイエはその手を強く掴んだままどこにも行くなと離さない。やがてロイエはあの日のことをチューさんに語り始める。何より復讐がしたいのだとロイエは言う。止めたい気持ちはあるのに、今は何を言っても届かないとチューさんは分かっていた。だから復讐の後はどうするのかと一つだけ問いを投げかける。ロイエは悲しみに押しつぶされそうなまま、それでも目だけはよどまず、日受堂の頭になると答えたのだった。翌朝、ロイエは昨日のことを気まずそうにしていたが、チューさんは気にも留めず薬を差し出す。素直に飲まないロイエを前に、結局は父と2人で抑え込むことになった。その時、ロイエの手には黄色いアヒルのおもちゃが握られていて、場違いなほど無防備に見えた。傷はすぐには塞がらない。チューさんは家に残り、ロイエの世話を引き受ける。タバコを求められても渡さず、代わりに差し出したのはロリーポップだった。だがある日、チンピラたちがどこから嗅ぎつけたのか、ロイエの家に乱入してくる。2人はとっさに身を潜め、逃げ場のない距離で息を殺す。その近さの中で、チューさんははっきりとロイエを過剰に意識していた。窓から飛び降りてその場を離れた後、ロイエはチューさんに一つ頼み事をする。2人で計画を組み、兄貴と姉を殺したインをあぶり出す。だが待機した瞬間、口論は一気に熱を帯び、インは感情のまま銃をチューさんのこめかみに押し当てる。引き金にかかる直前で日受堂の上層部が到達する。実はあの連中を呼んだのはチューさんだった。インは最後に兄貴の死の真相をお前は一生知ることはないと言い残す。その一言でロイエは崩れる。兄貴から受け取ったナイフを握りしめたまま理性を失ったようにインを切り刻む。だが傷口はまだ塞がっていないため、ロイエは最後に力が抜けるようにその場に落ちる。
日受堂の一行が去った後、中さんは地面に残されたナイフを拾って持ち帰り、やがて自分も高熱で倒れた。ことが済んで、ロイエは日受堂の頭になり、中さんはいつも通り大学通いの生活が戻ってきた。二人にはもうこれ以上関わる理由もないように思えた。またもや大雨の夜、中さんは当時ロイエが手に握っていたアヒルのおもちゃを見つめていた。自分のところにいた頃より今の方がずっと性に合っているだろうと脳裏をよぎる。翌日、中さんはいきなりチンピラに呼び止められ、振り返るとロイエが自分へ向かって歩いてくる。ナイフを取り戻しに来たと言い、中さんとまたあの頃に戻るかのように部屋に踏み入れる。ボロい家だと軽口を叩きながらベッドに腰を下ろした途端、力が抜けるように眠りに落ちた。以前と同じように中さんは机で本を開き、寝顔を横目に見ながら静かに目を覚ますのを待った。ロイエと別れる時がやってくる。中さんは勇気を振り絞り、自分の卒業式に来てくれるかと問いかける。迎えた当日、人混みの中でロイエの姿を探し続けるが、最後まで見つからない。来ないのかもしれないと胸の奥が静かに沈んだその時、ロイエが花を抱えて現れ、何事もない顔で中さんに差し出す。3人が並んでいる一瞬が写真に残ったのだ。To my sure、語眼が好きなら36は間違いなくおすすめだ。序章を見ただけで抑えきれず、原作小説に手を伸ばした。中さんというキャラクターはファンシャオをも凌駕する存在だと感じ、魂ごと揺さぶられる。ABO デザイアーのファーヨンが世界観の狂気であり、ファンシャオが人間の狂気だとするなら、中さんは全く別の次元にいる。この上なくロジカルに動くのに、それでもなおファンシャオ以上に凄まじい何かを感じさせられた。地獄から這い上がるのがファンシャオなら、中さんは揺るぎない芯を持ったまま天から舞い降りてくる鎮魂のような存在だった。今年はもうこれ一本でいいと思えるほどの感情をえぐられる物語だった。また次回お会いしましょう。ではでは。